魔術。芥川龍之介。あるしぐれの降る晩のことです。私を乗せた人力車は何度も大森界隈の険しい坂を登ったり下ったりして、やっと竹やぶに囲まれた小さな西洋館の前に舵棒を下ろしました。もうネズミ色のペンキの剥げかかった狭苦しい玄関には、車夫の出した提灯の明かりで見ると、インド人マテラム・ミスラと日本字で書いたこれだけは新しい瀬戸物の表札がかかっています。マテラム・ミスラ君といえば、もう皆さんの中にもご存知の方が少なくないかもしれません。ミスラ君は長年インドの独立を図っているカルカッタ生まれの愛国者で、同時にまたハッサンカンという名高いバラモンの秘法を学んだ年の若い魔術の大家なのです。私はちょうど一月ばかり以前からある友人の紹介でミスラ君と交際していましたが、政治経済の問題などはいろいろ議論したことがあっても、肝心の魔術を使うときにはまだ一度も居合わせたことがありません。そこで今夜は前もって魔術を使って見せてくれるように手紙で頼んでおいてから、当時ミスラ君の住んでいた寂しい大森の町外れまで人力車を急がせてきたのです。私は雨に濡れながらおぼつかない車夫の提灯の明かりを頼りに、その表札の下にある呼び鈴のボタンを押しました。すると間もなく戸が開いて、玄関へ顔を出したのはミスラ君の世話をしている背の低い日本人のおばあさんです。ミスラ君はおいでですか？いらっしゃいます。先ほどからあなた様お待ちかねでございました。おばあさんは愛想よくこう言いながら、すぐその玄関の突き当たりにあるミスラ君の部屋へ私を案内しました。こんばんは。雨の降るのによくおいででした。色の真っ黒な目の大きい柔らかな口ひげのあるミスラ君は、テーブルの上にある石油ランプの芯をねじりながら元気よく私に挨拶しました。いや、あなたの魔術さえ拝見できれば雨くらいは何ともありません。私は椅子に腰掛けてから薄暗い石油ランプの光に照らされた陰気な部屋の中を見回しました。ミスラ君の部屋は質素な西洋間で、真ん中にテーブルが一つ、壁際に手頃な書棚が一つ、それから窓の前に机が一つ、他にはただ我々の腰をかける椅子が並んでいるだけです。しかもその椅子や机がみんな古ぼけたものばかりで、縁へ赤く花模様を織り出した派手なテーブル掛けでさえ、今にもズタズタに裂けるかと思うほど糸目があらわになっていました。私たちは挨拶を済ませてからしばらくは外の竹やぶに降る雨の音を聞くともなく聞いていましたが、やがてまたあの召使いのおばあさんが紅茶の道具を持って入ってくると、ミスラ君は葉巻の箱の蓋を開けて、どうです一本と勧めてくれました。ありがとう。私は遠慮なく葉巻を一本取ってマッチの火を移しながら、確かあなたのお使いになる精霊はジンとかいう名前でしたね。するとこれから私が拝見する魔術というのもそのジンの力を借りてなさるのですか？ミスラ君は自分も葉巻へ火をつけるとニヤニヤ笑いながら匂いの良い煙を吐いて、ジンなどという精霊があると思ったのはもう何百年も昔のことです。アラビアヤワの時代のこととでも言いましょうか。私がハッサンカンから学んだ魔術はあなたでも使おうと思えば使えますよ。たかが進歩した催眠術に過ぎないのですから。ご覧なさい。この手をただこうしさえすればよいのです。ミスラ君は手を挙げて二三度私の目の前へ三角形のようなものを描きましたが、やがてその手をテーブルの上へやると、縁へ赤く織り出した模様の花をつまみ上げました。私はびっくりして思わず椅子をずり寄せながらよくよくその花を眺めましたが、確かにそれは今の今までテーブル掛けの中にあった花模様の一つに違いありません。が、ミスラ君がその花を私の鼻の先へ持ってくると、ちょうど邪行か何かのように重苦しい匂いさえするのです。私はあまりの不思議さに何度も簡単の声を漏らしますと、ミスラ君はやはり微笑したまま、また無造作にその花をテーブル掛けの上へ落としました。もちろん落とすと元の通り花は織り出した模様になって、つまみ上げることどころか花びら一つ自由には動かせなくなってしまうのです。どうです？わけはないでしょ。今度はこのランプをご覧なさい。ミスラ君はこう言いながら、ちょいとテーブルの上にランプを置き直しましたが、その拍子にどういうわけか、
ランプはまるでコマのようにぐるぐる回り始めました。それもちゃんと一ところに止まったまま、ホヤを辛抱のようにして勢いよく回り始めたのです。はじめのうちは私も肝を潰して、万一火事にでもなったら大変だと何度もヒヤヒヤしましたが、ミスラ君は静かに紅茶を飲みながら一向騒ぐ様子もありません。そこで私もしまいにはすっかり度胸が座ってしまって、だんだん速くなるランプの運動を目も離さず眺めていました。また、実際ランプの傘が風を起こして回るうちに黄色い炎がたった一つ、瞬きもせずに灯っているのは何とも言えず美しい不思議な見物だったのです。が、そのうちにランプの回るのがいよいよ速やかになっていって、とうとう回っているとは思えないほど澄み渡ったと思いますと、いつの間にか前のようにホヤ一つ歪んだ景色もなく、テーブルの上に座っていました。驚きましたか？こんなことはほんの子供騙しですよ。それともあなたがお望みなら、もう一つ何かご覧に入れましょう。ミスラ君は後ろを振り返って壁際の書棚を眺めましたが、やがてその方へ手を差し伸ばして、招くように指を動かすと、今度は書棚に並んでいた書物が一冊ずつ動き出して、自然にテーブルの上まで飛んできました。そのまた飛び方が両方へ表紙を開いて、夏の夕方に飛び交うコウモリのようにひらひらと宙へ舞い上がるのです。私は葉巻を口へ加えたまま、あっけに取られて見ていましたが、書物は薄暗いランプの光の中に何冊も自由に飛び回って、いちいち行儀よくテーブルの上へピラミッド型に積み上がりました。しかも残らずこちらへ移ってしまったと思うと、すぐに最初に来たのから動き出して、元の書棚へ順々に飛び返っていくじゃありませんか。が、中でも一番面白かったのは、薄い仮閉じの書物が一冊、やはり翼のように表紙を開いて、ふわりと空へ上がりましたが、しばらくテーブルの上で輪を描いてから、急にページをざわつかせると、逆落としに私の膝へ、さっと降りてきたことです。どうしたのかと思って手に取ってみると、これは私が1週間ばかり前にミスラ君へ貸した覚えがあるフランスの新しい小説でした。長々ご本ありがとう。ミスラ君はまだ微笑を含んだ声で、こう私に礼を言いました。もちろんその時はもう多くの書物がみんなテーブルの上から書棚の中へ舞い戻ってしまっていたのです。私は夢から覚めたような心持ちで、暫時は挨拶さえできませんでしたが、そのうちにさっきミスラ君の言った私の魔術などというものはあなたでも使おうと思えば使えるのですという言葉を思い出しましたから、いや、かねがね評判は伺っていましたが、あなたのお使いなさる魔術がこれほど不思議なものだろうとは実際思いもよりませんでした。ところで私のような人間にも使って使えないことのないというのはご冗談ではないですか？使えますとも、誰にでも造作なく使えます。ただ、と言いかけてミスラ君はじっと私の顔を眺めながら、いつになく真面目な口調になって、ただ、欲のある人間には使えません。八三巻の魔術を習おうと思ったら、まず欲を捨てることです。あなたにはそれができますか？できるつもりです。私はこう答えましたが、なんとなく不安な気もしたので、すぐにまた後から言葉を添えました。魔術さえ教えていただければ。それでもミスラ君は疑わしそうな目つきを見せましたが、さすがにこの上、念を押すのはぶしつけだとでも思ったのでしょう。やがて応用にうなずきながら、では教えてあげましょう。が、いくら造作なく使えると言っても、習うのには暇もかかりますから、今夜は私のところへお泊まりなさい。どうもいろいろ恐れ入ります。私は魔術を教えてもらう嬉しさに、何度もミスラ君へお礼を言いました。が、ミスラ君はそんなことに頓着する景色もなく、静かに椅子から立ち上がると、おばあさんおばあさん、今夜お客様がお泊まりになるから、寝床の支度をしておいておくれ。私は胸を躍らしながら、葉巻の灰をはたくのも忘れて、まともに石油ランプの光を浴びた、親切そうなミスラ君の顔を思わずじっと見上げました。私がミスラ君に魔術を教わってから一月ばかり経った後のことです。これもやはりザーザー雨の降る晩でしたが、私は銀座のあるクラブの一室で5、6人の友人と暖炉の前へ陣取りながら気楽な雑談にふけっていました。
何しろここは東京の中心ですから、窓の外に降る雨足も、しっきりなく往来する自動車や馬車の屋根を濡らすせいか、あの大森の竹やぶにしぶくような物寂しい音は聞こえません。もちろん窓の内の陽気なことも、明るい電灯の光といい、大きなモロッコ側の椅子といい、あるいはまた滑らかに光っている寄石細工の床といい、見るから精霊でも出てきそうな、ミスラ君の部屋などとは、まるで比べ物にはならないのです。私たちは、葉巻の煙の中に、しばらく漁の話だの、競馬の話だのをしていましたが、そのうちに一人の友人が、水差しの葉巻を暖炉の中に放り込んで、私の方へ振り向きながら、君は近頃、魔術を使うという評判だが、どうだい？今夜は一つ、僕たちの前で使ってみせてくれないか？いいとも。私は、椅子の背に頭を持たせたまま、さも魔術の名人らしく、王兵にこう答えました。じゃあ、何でも君に一任するから、世間の手品師などにはできそうもない、不思議な術を使ってみせてくれたまえ。友人たちは、皆賛成だと見えて、天でに椅子をすり寄せながら、促すように私の方を眺めました。そこで私は、おもむろに立ち上がって、よく見ていてくれたまえよ。僕の使う魔術には、種も仕掛けもないのだから。私はこう言いながら、両手のカフスをまくり上げて、暖炉の中に燃え盛っている石炭を、無造作に手のひらの上へすくい上げました。私を囲んでいた友人たちは、これだけでも、もう荒肝をひしがれたのでしょう。皆顔を見合わせながら、うっかりそばへ寄って、やけどでもしては大変だと、気味悪そうに尻込みさえし始めるのです。そこで私の方はいよいよ落ち着き払って、その手のひらの上の石炭の火をしばらく一同の目の前へ突きつけてから、今度はそれを勢いよく寄石細工の床へ撒き散らしました。その途端です。窓の外に降る雨の音をあして、もう一つ変わった雨の音が、にわかに床の上から起こったのは。というのは真っ赤な石炭の火が、私の手のひらを離れると同時に、無数の美しい金貨になって、雨のように床の上へこぼれ飛んだからなのです。友人たちは皆、夢でも見ているように、呆然と喝采するのさえ忘れていました。まずちょいとこんなもんさ。私は得意の微笑を浮かべながら、静かにまた元の椅子へ腰を下ろしました。これは皆本当の金貨かい？あっけに取られた友人の一人が、ようやくこう私に尋ねたのは、それから5分ばかり経った後のことです。本当の金貨さ。嘘だと思ったら手に取ってみたまえ。まさか火傷をするようなことはあるまいね。友人の一人は恐る恐る床の上の金貨を手に取ってみましたが、なるほど、こりゃ本当の金貨だ。おい、球児、ほうきとちりとりを持ってきて、これを皆履き集めてくれ。球児はすぐに言いつけられた通り、床の上の金貨を履き集めて、うず高くそばのテーブルへ盛り上げました。友人たちは皆そのテーブルの周りを囲みながら、ざっと20万くらいはありそうだね。いやー、もっとありそうだ。華奢なテーブルだった日には、潰れてしまうくらいあるじゃないか。何しろ大した魔術を習ったものだ。石炭の火がすぐに金貨になるのだから。これじゃ1週間と経たないうちに、岩崎や三井にも負けないような金満家になってしまうだろう。などと、口々に私の魔術を褒めそやしました。が、私はやはり椅子に寄りかかったまま、悠然と葉巻の煙を吐いて、いや、僕の魔術というやつは、一旦抑止を起こしたら、二度と使うことができないのだ。だからこの金貨にしても、君たちが見てしまった上は、すぐにまた元の暖炉の中へ放り込んでしまおうと思っている。友人たちは私の言葉を聞くと言い合わせたように反対し始めました。これだけの大金を元の石炭にしてしまうのはもったいない話だというのです。が、私はミスラ君に約束した手前もありますから、どうしても暖炉に放り込むと、強情に友人たちと争いました。すると、その友人たちの中でも、一番狡猾だという評判のあるのが、鼻の先でせせ笑いながら、君はこの金貨を元の石炭にしようという、僕たちはまたしたくないという。それじゃいつまで経ったところで、議論が非ないのは当たり前だろう。そこで僕が思うには、この金貨を元手にして、君が僕たちとカルタをするのだ。そうしてもし君が勝ったなら、石炭にするとも何にするとも自由に君が始末するがよい。が、もし僕たちが勝ったなら、
金貨のまま僕たちへ渡したまえ。そうすれば、お互いの申し分も立って、至極満足だろうじゃないか。それでも私はまだ首を振って、容易にその申し出に賛成しようとはしませんでした。ところがその友人は、いよいよあざけるような笑みを浮かべながら、私とテーブルの上の金貨とをずるそうにじろじろと見比べて、君が僕たちとカルタをしないのは、つまりその金貨を僕たちに取られたくないと思うからだろ。それなら魔術を使うために、翼心を捨てたとかなんとかいう、せっかくの君の決心も怪しくなってくるわけじゃないか。いや、なんも僕は、この金貨が欲しいから石炭にするのじゃない。それならカルタをやりたまえ。何度もこういう押し問答を繰り返した後で、とうとう私はその友人の言葉通り、テーブルの上の金貨を元手に、どうしてもカルタを戦わせなければならない羽目に立ち至りました。もちろん友人たちは皆大喜びで、すぐにトランプを一組取り寄せると、部屋の片隅にあるカルタ机を囲みながら、まだためらいがちな私を早く早くとせき立てるのです。ですから私も仕方がなく、しばらくの間は友人たちを相手に、いやいやカルタをしていました。が、どういうものか、その夜に限って、普段は格別カルタ上手でもない私が、嘘のようにどんどん勝つのです。するとまた妙なもので、初めは気乗りもしなかったのが、だんだん面白くなり始めて、ものの10分と経たないうちに、いつか私は一切を忘れて、熱心にカルタを引き始めました。友人たちは、元より私から、あの金貨を残らず巻き上げるつもりで、わざわざカルタを始めたのですから、こうなると皆焦りに焦って、ほとんど決闘さえ変えるかと思うほど、夢中になって勝負を争い出しました。が、いくら友人たちが躍起となっても、私は一度も負けないばかりか、とうとうしまいには、あの金貨とほぼ同じほどの金高だけ私の方が勝ってしまったじゃありませんか。するとさっきの人の悪い友人が、まるで気違いのような勢いで、私の前に札を突きつけながら、さあ引きたまえ。僕は僕の財産をすっかりかける。地面も佳作も馬も自動車も一つ残らずかけてしまう。その代わり君はあの金貨の他に、今まで君が勝った金をことごとくかけるのだ。さあ引きたまえ。私はこの刹那に欲が出ました。テーブルの上に積んである山のような金貨ばかりか、せっかく私が勝った金さえ、今度運悪く負けたが最後、皆相手の友人に取られてしまわなければなりません。のみならず、この勝負に勝ちさえすれば、私は向こうの全財産を一度に手へ入れることができるのです。こんな時に使わなければ、どこに魔術などを教わった苦心の甲斐があるのでしょう。そう思うと私は、矢も盾もたまらなくなって、そっと魔術を使いながら、決闘でもするような勢いで、よろしい。まず君から引きたまえ。キング。私は勝ち誇った声を上げながら、真っ青になった相手の目の前へ、引き当てた札を出してみせました。すると不思議にも、そのカルタのキングが、まるで魂が入ったように、冠をかぶった頭をもたげて、ひょいと札の外へ体を出すと、行儀よく剣を持ったまま、にやりと気味の悪い微笑を浮かべて、おばあさん、おばあさん、お客様はお帰りになるそうだから、寝床の支度はしなくてもいいよ。と、聞き覚えのある声で言うのです。と思うとどういうわけか、窓の外に降る雨足までが、急にまたあの大森の竹やぶにしぶくような、寂しい残ざぶりの音を立て始めました。ふと気がついて辺りを見回すと、私はまだ薄暗い石油ランプの光を浴びながら、まるであのカルタのキングのような微笑を浮かべているミスラ君と向かい合って座っていたのです。私が指の間に挟んだ葉巻のハエさえ、やはり落ちずに溜まっているところを見ても、私が一月ばかり経ったと思ったのは、ほんの2、3分の間に見た夢だったのに違いありません。けれどもその2、3分の短い間に、私が発散感の魔術の秘宝を習う資格のない人間だということは、私自身にもミスラ君にも明らかになってしまったのです。私は恥ずかしそうに頭を下げたまま、しばらくは口も聞けませんでした。私の魔術を使おうと思ったら、まず欲を捨てなければなりません。あなたはそれだけの修行ができていないのです。ミスラ君は気の毒そうな目つきをしながら、縁へ赤く花模様を織り出したテーブルの上に肘をついて、静かにこう私をたしなめました。